普通の腕立て伏せの発想とは全く逆の発想で、僕はこの腕立て伏せのトレーニングを実施していますので。こんにちは。皆さんは腕立て伏せをするときにできるだけ、たくさん数をこなせた方が、力が強いのだっていうふうに考えますよね。先週50回できたら、今週は60回まで増やしてできるように頑張ろう、そういうふうにチャレンジをしますよね。強いパンチを打つためのトレーニングとしての腕立て伏せは、この考え方で取り組むと損をします。腕の先に伝わる力を高めるには全く逆の考え方の終鉄式の腕立て伏せをお勧めします。腕立て伏せは腕を体から前方に伸ばす力を鍛える運動です。腕を強く前に伸ばす力を鍛えるので、この動きは一見パンチ力の強化に直結するように思います。この時前に伸ばす力の原動力は腕とか肩とか胸など、基本的には上半身に特化した形になります。多少体の体勢を保つために体幹とか足の筋肉も使われますが、基本的には腕を伸ばすのに直接関係する筋肉が試されるトレーニングです。では終鉄式の腕立て伏せは何を目的にするかというと、腕を伸ばす力を強くするのではなく、腕の先、つまり床についている手にどれだけ強い力を加えられるかっていうものを求めていきます。これは一見同じものを求めているように思えるかもしれませんが、実はこの2つは意味するところが全く違います。どういうことかというと、腕を伸ばす力を強くするための腕立て伏せについては、負荷をどのようにして強くしていくかというと、体の重さ自体を重くして負荷を高めていくか、もしくは回数を増やして負荷を強くしていくかの、どちらかになります。ですので負荷を極端に強くしようと思うと、例えば背中に何か重いものを乗せるなどの方法になるかと思います。もしくは同じ負荷で強度を強くしていくのであれば、回数をどんどん増やしていくことになります。一方、手先にどれほど強い力が込められるかということを目標とする終鉄式の腕立て伏せでは、負荷はあくまで自分の体の重さのままです。体重は変わることがなく、そのまま同じ体で同じ体勢で腕立て伏せをして、できるだけ手先に力がこもることを目標にするので、うまくいけばいくほどできる回数は減っていくっていうことになります。回数がどんどん増えていくようであれば、それは手先に強い力が込められていない、力が逃げているっていうことになります。かといって、例えば逆立ちをしたりとか、足の位置を高くしたりとか、そうやって腕に重みがかかるような体勢に変えて腕に重さを出すというわけではなく、あくまで普通の腕立て伏せと同じフォームでそれを実現するようにします。ですので、手先に力がこもっていない限りは腕立て伏せは楽に回数をこなせるっていうことになります。ここが非常に重要で、楽に腕立て伏せがこなせない体の力の入り方、全身のまとまり方や体幹の締まり方を求めていくっていうものになります。回数が少ないイコール筋力が強いと単純化して誤解が生まれないよう、この考えを力の伝達効率を切り口に解説します。例えば腕立て伏せを30回こなせる人がいたとしても、それが必ずしも手を押す力が強いということを意味するわけではありません。実は多くの回数をこなせるということは、力が体のあちこちに分散して逃げている状態であることが多いのです。回数を重ねるうちに体は無意識に省エネモードに入り、効率よく動こうとします。その結果、全身の力が強く集中することを避けながら回数を稼ぐことになります。一方で腕立て伏せが10回で限界になる人の場合はどうでしょうか。この人は体幹から腕へと力を無駄なく伝えており、1回1回で最大の力を出しています。これは体全体の力がしっかりと手先に集中している状態ということです。
全身の力がしっかり手先に集まるため、一発の押す力は非常に強くなりますが、回数をこなす余裕はなくなります。これこそが威力につながる状態なのです。手先に力が集まる動きっていうのは、単純に腕を伸ばす力ではなくて、全身が協力していかに手先に力が重さが集まるかっていうものを鍛えていくトレーニングです。ですので、鍛える場所も腕とか肩とか胸ではなく、全身っていうか体のまとまりを作る筋肉を鍛えていくっていうことになりますので、一般的な腕立て伏せとは鍛える目的も鍛える場所も全く違うものであると言えます。この終鉄式の腕立て伏せを理解することによって、皆さんのパンチ力は劇的に変わっていくと思います。全身が一つになった状態っていうのを分かりやすく学んでいける、とても有効なトレーニングですので、ぜひ皆さんも取り組んでみてください。はい、じゃあ実際の動きを解説していきます。フォームは普通の腕立て伏せと特に変わりません。僕は今この拳でやりますけど、手のひらでもやり方、要領は一緒です。通常の腕立て伏せが、これを何回、数をこなせるかっていうふうに数を増やしていく。そしてトレーニング効果を強めていくものになりますが、終鉄式の腕立て伏せは、この1回をどれほどハードに辛くするかっていうのがポイントになります。ここにできるだけ力を込めるようなやり方をしますので、という感じで、もうたった1回でももう腕が持ち上がらなくなるっていうような力の入れ方をしていきます。この体遣いをすることによって、この体のあり方が拳に強い力を作る原動力になります。力を逃がすようにして拳を床に打ちつけます。全身をつなげて拳に力が集まるようにします。はい、もうすぐお分かりだと思うんですけど、これぐらい力の入り方が違うわけです。びっくりした。今の衝撃がちょっと響きすぎて机が倒れちゃったんですけども、これぐらい違うわけですね。これほど手先に力の加わり方が違うのであれば、腕立て伏せをやった時にどっちが負荷が強いか一目瞭然だと思うんですね。ドンとすごい力の出る腕立て伏せのやり方をすると、体重が変わらないにしてもそうそう持ち上がらなくなります。この体を作ることがとっても大切です。まずこれが何も、手先に力が加わらない状態。そしてこれが加わった状態です。見た目は何も変わらないと思います。これをやることによって、そうですね、本当全身を一つの塊のような状態に作り上げることができるということです。この感覚、つまり手先に力が集中する身体操作を理解するためには、単に手先だけに力を入れようとしてもうまくいきません。そこでこのコツをつかむための練習を紹介します。まずは腕立て伏せの姿勢で体を上げた状態をキープします。この状態で地面に触れている両手と両足のつま先に同時に力を込める感覚を探す練習を行います。ポイントは手先と足先の両方に力を入れることです。これは体幹がしっかりとつながることで手先と足先に力が入っていく状態を作る練習になります。この練習を通じて手先に大きく力を伝えるには体幹から下半身までのつながりが必須であることが理解できるでしょう。こうして手先に力がしっかり入る感覚を身につけてから徐々に腕立て伏せの動作に移っていきます。腕を伸ばしている時も
曲げている時も手先に力が集中し逃げない感覚を養うことを意識してください。この練習を続けることで手先に効率よく力を伝える身体操作が身についていくはずです。逆に言うと、この腕立て伏せはですね、体の全身のまとまりっていうのをなくして力をうまく分散させることが上手にできると、腕立て伏せは何回も何回もこなせるようになるので、腕立て伏せの回数を伸ばすっていうのは、体のつながりを緩くしていく、そういうことを目的にするのであれば、全身をねぐっと合体化させるんではなくて、柔らかい状態でしていくようなトレーニングっていうことを目的とするんであれば、とてもいいトレーニングになりますけれども、この拳にどれだけ威力を出すかっていうことを考える上では、楽にこなせないようなやり方を研究していくっていうのが大切なことになります。普通の腕立て伏せの発想とは全く逆の発想で、僕はこの腕立て伏せのトレーニングを実施していますので、腕立て伏せの例で今一つご紹介しましたけども、終鉄の稽古会とかオンラインでは本当にたくさんのトレーニング方法をみんなに紹介していますし、変わったトレーニングだけど他のトレーニングではもう真似ができないような効果が生まれるようなものをいっぱい紹介していますので、もっとこういうの知りたいなっていう方は稽古会に来ていただくか、もしくはねオンラインのクラスに入会していただければ、必ず皆さんの体を強くしていくようなトレーニングいっぱい紹介していますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。